皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は久々に物申す系というか、ちょっと愚痴っぽくなるというか、提言的なそういった動画になるので、賛否いろいろもしかしたら湧くかなと思うんですけども、でも、やっぱり言っていかなきゃいけないことだし、皆さんがどう思うかでまたこういうのも変わってくることなのかなと思うので、ぜひ見ていただいて、最後までしっかり見ていただいて、皆さんのご意見もコメントにいただけたらなと思うんですが、こんなメッセージ DM をいただきました。すごくボクシングが大好きで、ある選手のファンの方からなんですけど、その次に行われるボクシングの試合があって、で名古屋の IG アリーナというところで行われますと。で車椅子席のチケットというのが設けられていて、それに当選したんだけど、ちょっとそのことについて納得がいかないっていうことで、まこさんはどう思いますかっていうことでメッセージをいただきました。内容としては、指定席がいろいろやっぱりリングに近い順で設定がしてあるっていうようなもので、一番近い席がやっぱり値段が高くて、一番高い席でもう20万だね、20万の席で、一番遠い席が1万1000円の席、その中でもいろいろ区分けがあるんだけど、そういった席です。で一応チケット販売の段階で車椅子席というところ、車椅子というところだけの項目があって、1人3万3000円、飼い主さんがいる場合はやはり2人分になるので6万6000円ですよということで、その方が買いました。で買って、じゃあ席はどこだったのかってなると、通常の指定席 C の席と同じ並びのところで車椅子席が設けられていますよっていうことでした。ね、他の試合も行っている中で、やっぱ納得がどうしてもできないから、チケットピアのサイトで販売していたので、チケットピアのオペレーターの方に、この3万3000円っていう席なんだけど、指定席価格としては1万1000円の席と同じ席なのだから、間違いじゃないですか、価格間違ってませんかとか、その場所間違ってませんかみたいな感じでした。そしたらやはり、いや間違ってません、車椅子の席は何階の席であっても一律3万3000円ですというような回答をいただきましたっていうことです。で3万3000円払うんであれば、皆さん一般の方が行くんだったら指定席 B っていうところが3万3000円の価格帯の席のところなので、じゃあその車椅子席ではなくて3万3000円指定席 B のところに変更をしていただけないですかというふうにお願いしたところ、車椅子の人はやっぱり車椅子席でしか座れないっていうことだから、3万3000円を払って指定席 C1 万1000円の席と同等の価格帯のところに行ってくださいっていうことでした。そのチケット抽選の申し込みの時には、車椅子は何階の席でも一律3万3000円という明記はなかったですと。だから最終的には電話対応でご納得いただけない場合はリセールサイトに出品してくださいっていうような対応を受けましたっていうことでした。なんで車椅子席が一律3万3000円なのかっていうところを聞いたところ、その担当はオペレーターの方だから、その責任者の方、分かる方とお話ししたいんですっていうふうに言ったんだけど、なんでそういう価格帯か、なんで指定席 C が1万1000円にもかかわらず車椅子席が3万3000円になってしまうのかっていう理由は回答できないし、責任者と話すこともできませんっていうようなことでした。私自身もやはりそういったコンサートとか行った時に、コンサートとかの場合は、例えば抽選で席が決まりますみたいな時の場合は、いくら抽選でいい席が当たったとしても、やはり車椅子席にしか座れないから、仮に前の席が当たっても2回3回の車椅子席に行ってしまうとかっていうこともやっぱりあります。ただそこは100歩譲ってではあるけれども、安全面とかはあったりするし、
価格帯としてはみんな同じお金を払ってみんなそこで抽選っていう風になってるから、まあもう運だよねみたいな感じになってるわけだから、それはまあどこの席行ってもみんなが同じ思いをしてるわけじゃん。まあ、確かに絶対車椅子の人はもう後ろって決まってる分ちょっと損してる感じはあるけど、でも同じように同じ一般の方が抽選で席一番後ろになってしまうっていうこともあったりするから、まあ、そこのお客さんはみんな同じ価格帯だって思えば、まあ、ある程度納得はしないけど、まだまだまだわかる。まだ、まあ難しい。まあわかんないけど、まあまあ、っていう怒りはじゃないけど、なんか、はぁみたいなことが思うこともまあ少ないけれども、でもやっぱり今回の場合は、席が近ければ近いほど高いっていう設定をしてる、そういう売り方をしてる、そういう特別感を価値として提供してるにもかかわらず、なぜ車椅子の人は指定席 C が1万1000円っていうその同等の価格帯、4階の最上階らしいんですけど、4階の最上階にもかかわらず、なぜ車椅子の人は3万3000円っていう価格帯になってしまうのかっていうのは明らかに本当によくわかんないっていうふうに思います。やっぱり障害者割引とか今回のことに関わらず、いろんな施設とかテーマパークとかでもやってもらってます。まあ例えば美術館とか博物館とかは明らかにこうご好意というか、そういったところで割引してくれてるところもありますけども、でもテーマパークとかっていう部分に関してはやはりみんなと同じ価格帯を払ったとしてもみんなと同じサービスを受けれない、乗りたくても乗れない乗り物が発生する。だから安くしますっていうことがあるのかなって、まあそれは勝手な思いだけど、でもそういうことをしてくれてるんだと思うんです。だから本当に個人的なね考えとして、日本っていう場所は公共交通機関とかなんかそういったところはやはり頑張ってくれてるし、綺麗にしてくれてるし、整えてくれるっていうそういった意識があるな、意識が向いてきてるなっていうところはすごく感じるんですけど、アクティビティというか、要は生きるために必要なところに関してはやってるけれども、人として楽しむっていうところに関してバリアフリーというか、そういうところって本当にまだまだだなって思います。だから安全面っていうところが日本では本当に重要視されてるし、その安全面っていうところを抜かした時にうちらがどうこう言えるっていうのはやっぱりもう言えなくなっちゃってくるので難しいんだけれども、例えばアーティストさんによっても全然違くて、車椅子の人をスタンドで見れるように席セッティングしてくれてるアーティストさんもドームとかスタジアムとかね、いろいろあるけれども、そういったパターンもあれば、じゃあドームでいつもコンサートを仮に見るときに車椅子の人ってすげえ本当に一番端なの。ただ野球観戦に関しては一番上だけじゃなくて2階の席にあったりとか、一番前の方の席にあったりとか、いろんなこう段階で席が作られてたりするのね。じゃあその安全面っていうけど、野球の場合だってコンサートの場合だって席が同じような作りなのに、なんで野球はそうやっていろんなパターンの席があってコンサートはいろんなパターンの席がなくてもう一番上に決められちゃうのとかっていうような疑問があるわけだから、前例というか他のスポーツ、他のイベントではここが作れてるのに、このイベントになったら急にそこが作られてないっていうのは、やっぱり明らかに運営側のこと、安全面とかっていうところではなくて、運営側がどういうふうに考えてセッティングしてるかっていうことだと個人的には思います。まあその細かく聞いたわけではなく、本当に体感だけの話にはなってしまうので、なので、まあ、話は戻りますけど、この DM いただいた方の話、皆さんはやっぱどう思いますか？なんでその3万3000円になってることが明らかにされてない時点でもうどうしようもないんだけれども、こう皆さんが感じたここをもっとこういう風に変わってくれたらもっと楽しめるのになみたいなところがもしあれば教えていただきたいなという風に思います。ちょっとこの話はね、他の X の方とかでもこの動画が配信する前かとかわからないけど
しようかなと思います。それでいろんな人の意見をまた聞けたらいいなと思いますし、やっぱりこういうことは言っていかないと変わっていかないなと思いますし、言っていく方法っていうのは確かに別に SNS という発信ではなくて、そういったイベント企画をやっている方々に言っていくべきところではあるとは思うんですけど、でもこういう問題提起とかっていうものはやはり個人が言ったところで変わらなかったりするんです。障害者団体とかもたくさんありますけど、やはり障害者団体とかの多くは今もう高齢の人たちが多かったりするし、多くはやっぱりそういった制度とか公共交通機関とかそういったところにたくさん動いてくれてる方が多いので、個人的にはこういったアクティビティの話ってあんまり出てこないなって、上の方々とねそういった喋っててもやっぱ出てこないなっていう風なことがあります。なので普段そういう風な推し活してる人とか、こういったイベントにたくさん行く人、コンサート行く当事者の人たちがもっとこうだったらいいのになっていうことを言ってって、その子だけじゃなくこんなに声が集まってるんですよっていうことがちゃんと出せるようにしていかないと、やはりニーズがないものを変えようということにはならないので、だからそういうところでも SNS で集めるみんなの声とかっていうのはすごく大事なんだと思います。だからこういった動画をみんなが見ていただいて、コメントもらって、私が仮に SNS、X とかでつぶやいても同等にコメントしてとか、こういう風に変わってほしいっていう自分の意見をね伝えてくれればいいと思います。ただオープンに言うのが恥ずかしいとか辛いなっていう人もいると思うんです。この方もやはり SNS は別に自分そんなにそういうことをしてるわけじゃないし、自分が言うのもなみたいな、そういう何かあっても自分としてはちょっと自信がないっていう方がやっぱりいるんです。それはいいんです。私はだから打たれてもいい人だから、打たれてもいいっていう立場の人だから、みんなが思うことを私は代弁していきたい。変わってほしいな、疑問に思ってるな、こういうこと嫌だったなっていうことがあれば、もう私がもう代弁して、私がもう打たれていくのでぜひ皆さんそういったことも教えていただけたらと思います。やはり私がね全部を網羅できるわけではないから、皆さんがそれぞれいろんなところで感じたこととかをぜひ声を聞かせてください。そういったポジションの人だと思っているので、いろんな意見を聞かせていただけたら嬉しいです。それを私がちゃんと届けれるように、すぐではないかもしれないけど、他のこともそうだけど、いろいろアンケートお願いしてたりもしてるけど、ちゃんと届けれるように動いてはいるので、皆さんからのご意見お待ちしております。はい、ということで、まず今回こういった DM が来たのでどう思いますかっていうようなお話でございました。この動画が、考えさせられるなと思ったのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。